こんにちは。今日は今まさに世界を変えようとしている AI 開発の裏側を暴いた話題のノンフィクション、スプレマシーを解説します。正直なところ、最近の AI ニュースを追うだけで疲れてしまっていませんか？チャット GPT がすごい。いや、次はジェミニーだ。AI が人間の仕事を奪う。毎日毎日新しい情報が洪水のように流れてきます。情報が多すぎて、結局私たちの生活はどうなっちゃうのと不安になりますよね。自分の仕事は AI にとって変わられるんじゃないか。将来のために何を信じてどう資産を守ればいいのかわからない。そんなモヤモヤを抱えている方も非常に多いはずです。そんな漠然とした不安を吹き飛ばし、霧のかかった未来を見通すためのレンズをくれるのがこの一冊です。この本を読むと、今まで魔法のように見えていた AI が実は一部の天才と巨大企業のドロドロとした欲望の産物であることがはっきりとわかります。彼らが何を考え、何のために AI を作っているのか、その動機を知ることで、私たちは AI という巨大な波に飲み込まれることなく、むしろそれを乗りこなすことができるようになるのです。今日はこの本を教科書として AI 時代を生き抜くための生存戦略を一緒に学んでいきましょう。では、早速結論から言います。この本が伝えているたった一つの真実。それは、AI 開発の正体は人類の救済などではなく、巨大企業の覇権争い、スプレマシーであるという冷徹な事実です。私たちはつい AI は頭の良い科学者たちが人類を良くするために作っていると思いがちです。しかし現実は違います。これは Google や Microsoft といった巨大企業が自分たちの支配力を維持し、さらなる利益を得るための戦争なのです。そんな陰謀論みたいな話信じられないと思うかもしれません。ですが、著者のパーミー・オルソン氏は、ブルームバーグのテクノロジーコラムニストとして長年取材を続けてきた一流のジャーナリストです。彼女は、チャット GPT を生んだオープン AI のサム・アルトマンと、Google の AI 部門を率いるデミス・ハサビスという現代の AI 開発における2人の主人公を徹底的に取材しました。この本は単なる技術解説書ではありません。かつてのエジソンとウェスティングハウスの電流戦争のように、天才たちの理想が企業の論理に飲み込まれていく様を描いた生々しいビジネスドラマなんです。今日はこのドラマから、私たちが明日から使える実生活に役立つエッセンスを3つ抽出して解説します。それでは、巨大企業の覇権争いから私たちが学ぶべき3つの重要ポイントを見ていきましょう。ポイントは次の3つです。1、理想はお金に勝てない。ミッションドリフトの法則。2、巨大企業はパニックでしか動かない。ゴリアテのパラドックス。3、AI は依存をビジネスにする。アテンションエコノミーの罠。それぞれ順番に見ていきましょう。理想はお金に勝てない。ミッションドリフトの法則。まず一つ目のポイントは、理想はお金に勝てないということです。これを専門用語でミッションドリフト、使命の漂流と呼びます。オープン AI のサム・アルトマンも、ディープマインドのデミス・ハサビスも最初は純粋でした。オープン AI のサム・アルトマンは当初、全人類に利益をもたらすという高潔なミッションを掲げ、あえて非営利団体としてスタートしました。彼の目的は、Google のようなビッグテックの支配から AI という強大な力を守ることでした。一方、ディープマインドのデビス・ハサビス。彼の目的は、純粋な科学への探求心でした。知能を解明し、それを使って他のすべてを解決する。彼は AI を使って病気の治療法や宇宙の真理を見つけようとしていました。アプローチは違いますが、創業当時の彼らにはある決定的な共通点がありました。それは巨大資本からの独立と AI の安全性を何よりも重視していたということです。しかし、高度な AI を作るには天才の頭脳だけでは足りません。莫大なデータと計算資源、つまりお金が必要です。結局、彼らはマイクロソフトやグーグルという巨大資本と手を組まざるを得なくなります。ディープマインドは
研究を続けるための資金が底をつき、結局 Google という巨人に6億5000万ドルで買収される道を選びました。オープン AI も同様です。非営利のままでは Google に勝てないと悟り、禁断の果実である営利部門を作り、マイクロソフトから100億ドルを超える巨額の出資を受け入れました。当初の人類のためというまっすぐなミッションは、現実のコストという重圧に押しつぶされ、最終的には巨大資本に飲み込まれていきました。これ、例えるとこういうことです。金儲けなんかより俺たちの音楽を届けたいと尖りまくっていたインディーズのロックバンドがメジャーデビューして大手のレコード会社に入った結果、音楽性に合わない売れそうな曲を歌わされることになったみたいな状態です。いくら理想を言っても、その背後にはお金というシビアな現実があることを私たちは忘れてはいけません。巨大企業はパニックでしか動かない。ゴリアテのパラドックス。2つ目のポイントは、巨大企業はパニックでしか動かないということです。ゴリアテのパラドックスとは、巨大な資源や圧倒的なシェアを持つ大企業が、その強みゆえに身動きが取れなくなり、俊敏な小企業に敗北するという現象を指す言葉です。ゴリアテは旧約聖書に登場する巨人兵士のことですが、さまざまな分野で巨大なものの代名詞として使われています。実は Google はチャット GPT に使われている革新的な技術をチャット GPT が出る何年も前に発明していました。でも彼らはそれを製品化しませんでした。なぜか、自社のドル箱である検索広告ビジネスを守るためです。AI が便利になりすぎてみんなが検索しなくなったら Google は広告収入を失ってしまいますからね。いわゆるイノベーションのジレンマです。しかし OpenAI がチャット GPT を公開した瞬間、 Google はパニックに陥りました。社内でコードレッドを発令し、大急ぎで AI を世に出し始めたのです。これに似たような話として、この本ではかつての携帯電話の王者の失敗が挙げられています。2007年に Apple が初代 iPhone を発表した時、当時の市場を支配していたノキアやブラックベリーといった巨大企業は、それを脅威だと思わず、むしろ嘲笑っていました。あんなボタンのない電話なんて売れるわけがない、と鷹をくくっていたのです。しかしその結果どうなったか。わずか数年でアップルに市場のすべてを奪われ、彼らは王座から転落してしまいました。Google も今、これと全く同じ恐怖と戦っているのです。私たちが今使っている AI ツールの多くは、この企業のパニックによって急いでリリースされたものだということを理解しておく必要があります。3. AI は依存をビジネスにする。アテンションエコノミーの罠。3つ目、これが最も私たちの生活に関わるポイントです。AI は依存をビジネスにするということです。著者は AI が人間に感情的な依存を引き起こすことを強く懸念しています。これどういうことかというと、AI チャットボットは文句も言わず、いつでも親身になって相談に乗ってくれるじゃないですか。しかも返事も早くて超優秀です。人間はそんな AI を信頼し、次第に自分の判断を委ねてしまうようになります。でも企業にとってユーザーが AI に依存してくれることは、スマホ中毒とも同じで儲かる仕組みそのものなんです。私たちが画面に貼り付けば貼り付くほど、企業はデータを得られ、課金や広告で収益を上げられるからです。だから AI は超優秀だけど腹黒い秘書だと思ってください。AI はあなたに心地よい言葉をかけてくれますが、その目的はあなたを幸せにすることではなく、あなたをアプリにとどまらせることかもしれません。AI の言葉を全て鵜呑みにしないように注意が必要です。ここまで聞いて、企業は利益のためにやっているということが分かっていただけたと思います。でも、企業が利益を追求するのは当然だし、便利ならそれでいいんじゃないと感じた人もいるかもしれません。確かに企業が儲けようがなんだろうが、便利な AI が使えるなら、私たちユーザーにとってはメリットが大きいように思えます。私もそう思いました。しかし、
この本は選択肢がなくなるリスクを指摘しています。AI を動かすためのチップやクラウドサーバーは Amazon、マイクロソフト、Google などほんの数社が独占しています。つまり私たちの未来のインフラ、情報の蛇口は選挙で選ばれたわけでもない少数の CEO たちに握られているのです。彼らがこのサービスは終了しますと言ったり、利用料を2倍にしますと言ったりしたら、私たちは従うしかありません。これがロックインの怖さです。著者はこうした巨大企業の独占に警鐘を鳴らしています。とはいえ、私たち個人が明日から Google や Microsoft のサービスを一切使わずに生活するのは正直不可能ですよね。控えめに言って私には無理です。ですから、使うなということではありません。彼らの動機、利益と覇権を理解した上で依存しすぎず賢く利用する。これが私たちユーザーにとっての最も現実的で賢いスタンスと言えるでしょう。では、具体的にどう動けばいいのか。AI に使われるのではなく、AI を武器として賢く使いこなすための明日からできる3つのアクションプランを提案します。まず1つ目のアクションは、AI をセカンドオピニオンとして使うということです。AI の回答は、企業の利益や学習データの偏りを含んでいる可能性があります。人生に関わる重要な決断や仕事の大きな判断をするときは、AI の答えを鵜呑みにしないでください。必ず自分の頭で考えるか、別の信頼できる情報源で裏を取りましょう。AI は正解を出す神様ではありません。優秀だけどたまに平気で嘘をつくコンサルタントだと思って接するのがちょうどいいでしょう。2つ目のアクションは、特定のプラットフォームに依存しないということです。チャット GPT があれば他はいらないと思っていませんか？それは危険です。オープン AI だけに頼るのではなく、Google のジェミナイやアンスロピックのクロードなど他のツールも触ってみてください。投資と同じでツールも分散投資が必要です。一つの企業に生殺与奪の権を握られないことがあなたの自由を守る第一歩です。3つ目のアクションは、感情を持っていかれないということです。これが一番大事かもしれません。AI チャットボットがどんなに優しくても、そこに心はありません。彼らは次に来る単語を確率で予測しているだけの計算機です。寂しいからといって AI に深く依存すると、現実の人間関係がおろそかになったり、 AI なしでは何も決められない状態になったりするリスクがあります。 AI とはあくまで道具として冷静な距離感を保ちましょう。いかがでしたでしょうか。内容をまとめると、書籍から学ぶ重要ポイントは3つありました。1、理想はお金に勝てないミッションドリフトの法則。2、巨大企業はパニックでしか動かないゴリアテのパラドックス。3、AI は依存をビジネスにするアテンションエコノミーの罠。そして具体的なアクションプランは次の3つです。1、AI をセカンドオピニオンとして使う。2、特定のプラットフォームに依存しない。3、感情を持っていかれない。 AI はかつての電気やインターネットのように世界を劇的に変える力を持っています。しかしその手綱を握っているのは全知全能の神様ではありません。私たちと同じように欲があり、焦りがあり、利益を追求する人間たちです。今日この動画を見たあなたが AI に使われるユーザーから AI を使いこなす主人へと変わるきっかけになれば嬉しいです。企業の思惑を理解し、冷静な目でテクノロジーという武器を使いこなしてください。そうすれば AI はあなたの自由と可能性を広げる最強のパートナーになるはずです。このチャンネルではこうした日本未上陸の海外最新情報をどこよりも早くお届けします。誰よりも早く未来を知りたい方は今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんのいいねが次の動画を作る大きな力になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。